Saifa, one of the important kata of Goju Ryu. We will see a breakdown of this kata by Kinjo Sensei, a Goju Ryu Hanshi 9th Dan. これから、サイファーの基本の動き、この部分の分解を紹介しながら、型をちょっとやってみたいと思います。まず最初はサイファーのこの部分です。この動きを実際に基本的な分解と応用に紹介したいと思います。じゃあまずサイファーの場合は基本的な応用というのは、まず左手で右手を捕まえる。そして手をつかみ、そこで払う。で、ついてくる。受けながら払う。これが基本の動きです。全く型の通りです、これ。型の通り、弾いて、そして顔面に打つという、この動きです。普段は、手を捕まえるっていう人はまずいないと思います。それで、普通でしたら、手をついてくる。はい。ついてきます、こうして。ついてきたときに、これを同じように弾きます。さらに、ついてくる手を、型の通りとしたらこういう形になります。はい。ですから、突きが来たときに、弾いて、そして突き。今、これは受けました。もし受けたら、今度は、右左ありましたから、逆に入っていきます、ここに。そして同じようにこれで入っていきます。はい、これが今のサイファーの最初のこの部分と次のこの部分が今2つ組み合わされたのが今の右で相手の手を取って顔面突きに受けたときに止められたので、急遽左に変わって次の流れに行って同じようにまた技をかけるというのが右、左という。ですから型は、交互に入っていく。その技があるんで、で、型も同じように右に行ったり左に行ったりするような、技があると。ただ、今のような、もうこれは基本ですね。相手がついてくるっていうのは、もうこれはもう分かってて、で、ついてくるのを待っててやるっていうのは、基本的な動きです。ですから、本来だったらもう喧嘩だったらついてきます。バンと。もうこれで一つの動作です。ですから、相手がついてくるのを同時に払う。で、そのまま入っていくっていう。ですから、あの手が来るのを待つ必要ないです。これを、こうこう待って次こうするときに顔面をこう、ついてしまったらもう遅いです。ですから、それを弾くために同時に一つの動作で入っていく。という方法と、あと一つは、そのまま長いで肘を入れて、そのまま顔面に行くという。この肘の当てが入って顔面に行く。この技がまた組み合わされていることもできる。ですから、技の分解というのは一つじゃないです。いくつもある。はい、例えば飲み屋なんかで、そばにいる人がこういて、それでどっちかっていうと絡んでくる。もうなんかちょっかい出してくる。こういう時には、この技を肩の、ここでこういう感じの。これがこれですけど、相手の技を回して、これ防御する。
そうすると相手攻撃できないです。ですからこれが、この技というのを相手を威嚇しながら抑えていく、ここで。それでも攻撃してくるんだったら止めるんです。それでそのまま入って、これでバンっていけば、一つの技と攻撃ができます。ですからよくそばでこう絡むときには、相手が吹くときには肩を押さえる。ここを押さえることによって、相手は攻撃しづらいです。これが今、この技ですね。こっちから横にこう行く。これを肩を応用です、これを。それでも来るんであれば、止める。で、そのまま押さえて顔面に行くという、一つの技。で、もう一つは、今のこの技で相手が来ると。その時は、そのまま首に回って押さえると。ここで押さえるんです。指を。これで押さえながら、指先は首の根っこを押さえています。ここで押さえています。ですから、相手が動くことによって、この指は相手の頸椎を押さえています。これで。ずーっと押さえていきます。下に。それで相手が暴れないように押さえる。そして相手を外していくのか、そのまま投げ飛ばすのか。はい。ですから、いろんな、応用ができるので、一つの技が、基本的に肘で当てて、押さえて裏剣に入れるというこの形が、やっぱりその、応用、そして実践、さらにいろんな展開ができるというのも一つのアイデアです。はい。続いて、次の技に移っていきます。この肩の後に両手を押さえて蹴るというのがあります。こういうことで。この部分のこの基本っていうのは、相手がまず左突きで前蹴り、この押さえ、この二つ。そしてそのまま今度はこれを肘当て、蹴りに入っていきます。蹴りに。型としては、行って蹴りに入っていきます。でこれあくまでも基本です。蹴りから来てもいいです。蹴りから。蹴りから来て手をついた時にこれをバンと当てて、そのまま蹴っていくという、蹴り飛ばすという、これ基本です。でも実際には蹴りじゃなくて手が来る可能性があります。ですから手は来た時に来て、これも受ける。これも同じようなこの形です。はい。ですから受けて押さえる。そのまま入れて蹴るという形になると、よりこれは実践的に使えると考えていいと思います。こうパンチをパンパンとくるじゃないですか。そういう時の場合でも同じようにこれで蹴っていきます。ですからこれも同じように止めた場合は押さえて蹴っていきます。近ければ肘当て、離れると蹴りに行きます。ですから例えばこう来た時にこれが接近だとここに行きます。肘を。それで離れた時に蹴っていけば今のような入れて蹴るというこの形が、型の通りになります。ですからもう臨機応変に相手がどうしてかわからないんで、もう普通もうパンパンこれで蹴っていきます。大きい人だったら、もう身長2メートルだったら、こういう人だってこうできませんから、どうするかっていうと、もうその時は、両方押さえに行きます。押さえに。こう、下がるとできませんから。もう身長大きいんで、上から来ますから、こう取ってきて、そのまま入っていきます。で、こうやってパンと。攻撃を。
ですからいろんな相手によって、使い方が違ってきますので、そこはそこでまた自分で考えて、研究工夫すれば、いろんな型の基本な動きが、応用で使えると。でそれを、ぜひ考えて、これからもやってください。